あるべきだとは思わないですね。必要とされなかったら多分なくなるでしょうし、それはなくなったらいいと思うんですよ。必要とされないなんで、必要とされるようなものを作っていくっていうのが僕らが大事なことなんで。ニゴロっていうのは古い漆器のことを言うので、ああ、そうなんですね。はい、なんでたくさん工程を踏んでる場合もありますし、短くしてる場合もありますね。
僕はそうですね、工芸の学校に入ってから、漆科に入ったんですけど、工芸の学校に入ったのは文化の担い手になれたらなっていう気持ちで入ったんですが、漆を選んだっていう意味では、いろいろ学校に入ってから竹工芸もあるし陶芸もあるし人形みたいなのもありますし、でもその中の漆だったんですが、漆っていうのは汎用性があったんですよね。例えば竹にも塗るし、木工の上に漆塗ってたりとかで、結構汎用性があるっていうことでなくならないし、求められてるなっていうことで、漆を選んだっていう感じですかね。漆の魅力はやっぱり触り心地としっとりとした見た目、他のやっぱ工芸というか素材にないと思いますね。はい、神経使うっていうか、一番気合い入れてやるのが、一番最後の上塗りっていう作業で、そこはほこりが入るのもダメですし、薄すぎてかすれてもダメなので、一番力を入れてるところかなと。例えばお椀、その場合だったらまず生地を作る生地師さんがいらっしゃって、そこから形を作っていただいて、僕ら塗り師が入るんですけど、そこからは、大体は漆とトノコっていうようなものを混ぜて下地を塗って、で研いでは塗っての繰り返しで、最後は刷毛で塗るっていうのが工程ですね。はい。そこから絵が入る場合もあります。はい。期間としてはこのお椀だったら1年半ぐらいですかねはかかってきますね。やっぱ乾かしながら固めながら塗るの繰り返しの結構時間かかります。一つずつの工程がやっぱ丁寧に一つずつ意味があるんですけれど、絶対必要な工程ですね。それをちょっと省いてしまうと商品ができた瞬間はわからないんですけれど、10年50年100年経っていくと問題が生じてしまうんですよね。なんでそれだけの期間を費やすにはそれだけ意味がある。一つずつちゃんとした手を抜かずにやっていくっていうので、非常に大事な期間だというふうに思っています。はい。作家さんの仕事って言ったら自分を表現する仕事なのかもしれないですけど、僕らはオーダーに応える仕事なので、なくてはならない存在というかね、文化を継承していく上でなくてはならない存在なので、必ず必要ですので、脚光は浴びないんですけど、そこが魅力かなっていうふうに思いますね。いろんな方から求めていただけますし、そっちを選んだっていうのはそういうことかなと思いますね。そもそも作家の才能があるわけではないので、自分が向いてるのはそっちかなというふうに思って、必然的にそういう感じになったのかなと思いますけどね。はい。僕は修行してた時はお茶道具だけを塗ってたんですけど、独立してからはあらゆるものの依頼が来てるし、例えばチェスの駒を塗ってくれとか、アルミに塗ってくれとか、そういうような仕事が多様化してきてるんじゃないかなって、塗ってほしいものが増えてきてるんじゃないかなって、変わった点かなと思いますね。変わらない点は技法ですよね。1000年ぐらい前から技法は変わってないんですけど、それはもう変わらず、技法は変わらずに塗るものが変わってきてるっていう感じですかね。はい。やっぱり僕の師匠に会えたことかなとは思いますね。すごい素晴らしい方だったんで、僕が修行に入って1年も経ってない、もう1ヶ月か2ヶ月ぐらいの間でね、仕事をいきなり任されて100個ぐらい箱塗ったんですけど、全部失敗したんですよね。で全部垂れてたんですけど、自分の師匠が何も言わずにそれを直してたんですよね。で直して自分で塗って収めてたんで、普通なら怒るじゃないですか。これじゃダメやでとか、何も言わずに直して収めてたんで、すごい普通広い方やなっていうことで、なんで続けてこられたのかなっていうところはあるかもしれないですよね。そういう先輩とか親方に恵まれたっていうことでとは思いますね。はい。
お茶室作ろうと思ったのは僕時代がお茶をやってたのもありますし、お茶道具を作ってたのもありますし、大体この和室に合うように作られてるんですよね、漆器って。僕が作ったものが、ここに置いた時に違和感がないかなっていう実験場っていうんですかね。で必要だったっていうのがまず一つですよね。壁の方は、自分が漆の仕事をしているので本来土壁ですけど、漆の壁だったら面白いんじゃないかなって。陶器も生えますし掛け軸も生えますし、お花も生える。漆の場合は特に色が変わってきてくるので、ゆっくり変化していくので、それが楽しみですよね。この部屋を作って1年目ぐらいの時に来た人が最近来られたんですけど、こんな色やったっけっておっしゃったんで、そうか変わってきて、僕毎日見てるんでわからないっちゃわからないんですけど、それが変わってきてる。それは楽しみとか魅力ですよね。あるべきだとは思わないですね。必要とされなかったら多分なくなるでしょうし、それはなくなったらいいと思うんですよ。必要とされないなんで、必要とされるようなものを作っていくっていうのが僕らが大事なことなんで、絶対残さなあかんっていうふうには思ってません。全く。誰も求められなくなったらね、別にそれはそれでいいじゃないですか。なくなっていったものも多分あると思うんですよね。カゴもそうですし、なんですかね、馬車みたいなのもないじゃないですか。昔はあったけど今はほぼほぼ作られてないとか全く作られてないものがあるので、それは求められてないものなんで、だから何に塗っていくかっていうかですよね。お椀が使われなくなったら別に他のスマホに塗ってもいいと思いますし、カメラに塗ってもいいと思いますし、漆の場合は何かに塗れるので、そういう意味ではね、なくならないとは思いますよ、絶対に。漆のこの質感とかこの魅力をやっぱもっと発信していくこと必要があると思いますし、子どもたちに漆の話を説明したりするような機会は僕もいただくんですけど、そういうのはすごい喜んでやってますね。次に必ず本物の漆器を持って行って触ってもらうようにしてます。それもものすごい高いものでも持って行って触ってもらうってことが大事ですね。その魅力を残していくために。